イスラエルよ、今私があなたに教える定めと掟とを聞いてこれを行いなさい。そうすればあなた方は生きることができ、あなた方のセンスの神、主は賜る地に入って、それを自分のものとすることができよう。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない。また減らしてはならない。私が命じるあなた方の神、主の命令を守ることのできるためである。あなた方の目は、主がバールペオルで行われたことを見た。ペオルのバールに従った人々は、あなたの神、主はことごとくあなたのうちから滅ぼし尽くされたのである。しかし、あなた方の神、主に付き従ったあなた方のは皆、今日生きながられている。私は私の神、主は命じられた通りに、定めと掟とあなた方に教える。あなた方が入って、自分のものとする地において、そのように行うためである。あなた方はこれを守って行わなければならない。これは諸々のために、あなた方の知恵、また知識を示すことである。彼らは、この諸々の定めを聞いて、この大いなる国民は、誠に、知恵あり、知識ある民であるというであろう。我々の神、主は我々が呼び求めるとき、すでに我々に近くおられる、いずれの大いなる国民に、このように近くおる神があるであろうか。また、いずれの大いなる国民に、今日、私があなた方の前に立てる、このすべての立法のような正しい定めと掟があるであろうか。ただ、あなた方は自ら、慎み、また、あなた方自身をよく、守りなさい。そして目に見たことを忘れず、生きながられている間、それらのことをあなたの心から話してはならない。また、それらのことをあなたの子孫に知らせなければならない。あなたがホレブにおいて、あなたの神、主の前に立った日に、主は私に言われた民を私のもとに集めよう。私は彼らに私の言葉を聞かせ、地上に生きながられている間、彼らに私を恐れることを学ばせ、またその子供を教えることもできるようにさせよう。そこであなた方は近づいて山のふもとに立ったが、山は火で焼けて、その炎は中天に達し、暗黒と雲と濃い雲とがあった。時に主は火の中からあなた方に語られたが、あなた方は言葉の声を聞いたけれども、声ばかりで何の形も見なかった。主はその契約を述べて、それを行うようにあなた方に命じられた。聖はすなわち10回であって、主はそれを2枚の石の板に書き記された。その時主は私に命じて、あなた方に定めと掟とを教えさせた。あなた方が渡っていって自分のものとする地で行わせるためである。せゆえ、あなた方は自ら深く慎まなければならない。ホレブで主が火の中からあなた方に語られた日に、あなた方は何の形も見なかった。せいであなた方は道を誤って自分のためにどんな形を刻んだ像も作ってはならない。男または女の像を作ってはならない。すなわち地の上におる諸々の獣の像、空を飛ぶ諸々の鳥の像、地に這う諸々の物の像、地の下の水の中におる諸々の魚の像を作ってはならない。あなた方はまた目を上げて天を望み、火付き、星、すなわちすべて天の万象を見、誘惑されてそれを拝み、それに仕えてはならない。それらのものはあなたの神、主は全天下の万民に分けられたものである。しかし主はあなた方を取って鉄の炉、すなわちエジプトから導き出し、自分の所有の民とされた今日見る通りである。ところで主はあなた方の岩に私を怒り、私がヨルダンを渡っていくことはできないことと、あなたの神、主が修行としてあなたに賜る余市に入ることはできないでことが誓われた。私はこの余市で死ぬ。ヨルダンを渡っていくことはできない。しかし、あなた方は渡っていって、あの余市を得るであろう。あなた方は慎み、あなた方の神、主があなた方と結ばれた契約を忘れて、あなたの神、主は禁じられたどんな形の刻んだ像も作ってはならない。あなたの神、主は焼き尽くす日、妬む神である。あなた方が子を産み、孫を得、長くそのうちによるうちに、
道を誤ってすべて何かの形に刻んだ像を作り、あなたの神、主の日の前に悪をなして、その憤りを引き起こすことがあれば、私は今日、天と地とを呼んで、あなた方に対して証しとする。あなた方は、ヨルダンを渡っていって、エルチからたちまち全焼するであろう。あなた方はそのところで長く命を保つことはできず、全く滅ぼされるであろう。主はあなた方を国々に散らされるであろう。そして主があなた方を追いやられる国民のうちにあなた方の残るものの数は少ないであろう。そのところであなた方は人が手で作った見ることも聞くことも食べることも書くこともない木や石の神々に仕えるであろう。しかし、そのところからあなたの神、主を求め、もし心を尽くし、精神を尽くして主を求めるならば、あなた方は主に会うであろう。後に日になって、あなた方が悩みに遭い、これらのすべてのことがあなた方に望むとき、もしあなたの神、主に立ち返って、その声に聞き従うならば、あなたの神、主は慈しみ深い神であるから、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、またあなたの戦争に誓った契約を忘れられないであろう。試みにあなたの前に過ぎ去った日について問え、神が地上に人を作られた日から、この方、天のこの足からかの足までに、かつてこのように大いなることがあったであろうか。このようなことを聞いたことがあったであろうか。火の中から語られる神の声をあなたが聞いたように聞いてなお生きていた民がかつてあったであろうか。あるいはまた、あなた方の神、主がエジプトにおいて、あなた方の日の前に、あなた方のためにも、諸々のことをなされたように、試みと印と不思議と戦いと強い手と伸ばした腕で、大いなる恐れるべきことをもって臨み、一つの国民を他の国民のうちから引き出して自分の民とされた神がかつてあったであろうか。あなたにこのことを示したのは、主こそ神であって、他に神のないことを知らせるためであった。あなたを訓練するために、主は天からその声を聞かせ、地上ではまたその大いなる火を示された。あなたはその言葉が火の中から出るのを聞いた。主はあなた方の先祖たちを愛されたので、その後の子孫を選び、大いなる力を持って、自らあなたをエジプトから導き出し、あなたよりも多く、かつ強い諸々の国民をあなたの前から追い払い、あなたをその地に導き入れて、それを修行としてあなたに与えようとされると、今日見る通りである。それゆえ、あなたは今日知って心に留めなければならない。上は天、下は地において、主こそ神に増し、他に神のないことを。あなたは今日私が命じる主の定めと命令と守らなければならない。そうすれば、あなたとあなたの後の子孫は幸いを得、あなたの神、主が永久にあなたを賜る地において、長く命を保つことができるであろう。それからモーセはヨルダンの向こう側、東の方に3つの町を指定した。過去の恨みによるのではなく、誤って隣人を殺した者をそこに逃され、その町の一つに逃れて命を全うさせるためであった。すなわち、ルベン人のためには穴の中の高地にある、ベゼルを、ガード人のためにギリアレのラモテを、マナセ人のためにはバッシャンのゴナを定めた。モーゼがイスラエルの人々の前に示した立法はこれである。イスラエルの人々がエジプトから出たとき、モーゼが彼らに述べた証と定めと掟とはこれである。すなわち、ヨルダンの向こう側、アモリ人の王、シオンの国に、ヘテペオルに対する谷においてこれを述べた。シオンは、ヘシボンに住んでいたが、モーゼとイスラエルの人々がエジプトを出てきたとき、これを打ち破ってその国を得、またバシャンの王、オグの国を得た。この二人はアモリ人の王であって、ヨルダンの向こう側、東の方におった。彼らの得た地は、アルノン側のほとりにあるアロエルから、シリオン
山、すなわち、ヘモンに及びヨルダンの東側のアラバの全部を兼ねてアラバの海に達し、ピスガの麓に及んだ。さて、モーセはイスラエルのすべての人を召し寄せていった。イスラエルよ、今日私があなた方の耳に語る定めと掟とを聞き、これを学び、これを守って行い、我々の神、主はホレブで我々と契約を結ばれた。主はこの契約を我々の先祖たちとは結ばず、今日、ここに生きながられている我々のすべてのものと結ばれた。主は山で、火の中からあなた方と顔を合わせて語られた。その時私は主とあなた方との間に立って主の言葉をあなた方に伝えた。あなた方は火のゆえに恐れて山に登ることはできなかったからである。主は言われた。私はあなた方の神、主であってあなた方をエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天であるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどのような形をも作ってはならない。背を拝んではならない。また背に仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神であるから、私を憎む者には父の罪を子に報いて三四代に及ぼし、私を愛し、私の戒めを守る者は恵みを施して千代に至るであろう。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。主はその名をみだりに唱える者を罰しないでおかないであろう。安息日を守って、これを生とし、あなたの神、主があなたに命じられたようにせよ。6日の間働いて、あなたのすべての技をしなければならない。7日目はあなたの神、主の安息であるから、何の技をもうしてはならない。私もあなたの息子と娘、しもべ、はたしめ、牛、ロバ、諸々の家畜、あなたの門のうちによる他国の人も同じである。こうしてあなたのしもべ、はたしめをあなたと同じように休ませなければならない。あなたはかつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神、主が強い手と伸ばした腕と思って、そこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。それゆえ、あなたの神、主は安息日を守ることを命じられるのである。あなたの神、主は命じられたように、あなたの父と母とを病。あなたの神、主は賜る地で、あなたが長く命を保ち、幸いを得ることのできるためである。あなたは殺してはならない。あなたは姦淫してはならない。あなたは盗んではならない。あなたは隣人について偽証してはならない。あなたは隣人の妻を貪ってはならない。また隣人の家、畑、しもべ、はたしめ、牛、ロバ、またすべての隣人のものを欲しがってはならない。主はこれらの言葉を山の火の中、雲の中、濃い雲の中から大いなる声を持って、あなた方の全回収において告げなかったが、この他のことは言われず、2枚の石の板にこれを書き記して、私に授けられた。時に山は火で燃えていたが、あなた方が暗黒のうちから聞こえる声を聞くに及んで、あなた方の部族のすべての頭と長老たちは私に近寄っていった。我々の神、主がその栄光とその大いなることとを我々に示されて、我々は火の中から出る、その声を聞きました。今日我々は神が人と語られ、しかもなおその人が生きているのを見ました。我々はなぜ死ななければならないでしょうか。この大いなる火は我々を焼き滅ぼそうとしています。もしこの上、なお我々の神、主の声を聞くならば我々は死んでしまうでしょう。およそ肉なる者のうち、誰が火の中から語られる生ける神の声を我々のように聞いて、なお生きているものがありましょうか。あなたはどうぞ近くに住んでいって、我々の神、主が言われることを皆聞き、我々の神、主があなたにお告げになることをすべて我々に告げてください。我々は聞いて行います。あなた方が私に語っている神、主はあなた方の言葉を聞いて、私に言われた。私はこの民がお前に語っている言葉を聞いた。彼らの言ったことは皆良い。
ただ、願わしいことは、彼らが常にこのような心を持って私を恐れ、私のすべての命令を守って、彼らもその子孫も永久に幸いを得るに至ることである。お前は言って彼らに、あなた方はおのおのその天幕に帰れと言え。しかしお前はこのところで私のそばに立って、私はすべての命令と定めと掟とをお前に告げ示すであろう。お前はこれを彼らに教え、私が彼らに与えて得させる地においてこれを行わなければならない。せゆえ、あなた方の神、主は命じられた通りに、慎んで行わなければならない。そして左にも右にも曲がってはならない。あなた方の神、主が命じられた道に歩まなければならない。そうすれば、あなた方は生きることはでき、かつ幸いを得て、あなた方の得る地において長く命を保つことはできよう。これはあなた方の神、主はあなた方に教えようと命じられた命令と定めと掟とであって、あなた方は渡っていって得る地でこれを行わなければならない。これはあなた方が子や孫と共にあなた方の生きながらえる日の間、常にあなた方の神、主を恐れて、私が命じる諸々の定めと命令と守らせるため、また、あなた方が長く命を保つことのできるためである。せゆえ、イスラエルを聞いて、それを守り行い、そうすれば、あなた方は幸いを得、あなたの戦争の神、主があなたに言われたように、父と蜜の流れる国で、あなたの数は大いに増すであろう。イスラエルを聞け、我々の神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛さなければならない。今日私があなたに命じらるこれらの言葉をあなたの心に留め、努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これについて語らなければならない。また、あなたはこれをあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に置いて覚えとし、また、あなたの家の入り口の柱と、あなたの門徒に書き記さなければならない。あなたの神、主は、あなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに向かって、あなたに与えると誓われた地に、あなたは言わせられるとき、あなたが建てたものではない大きな美しい町々を得させ、あなた方が満たしたものでない諸々の良いものを満たした家を得させ、あなたが掘ったものでない堀井戸を得させ、あなたが植えたものでないブドウ畑とオリーブ畑を得させるであろう。あなたは食べて飽きるであろう。その時、あなたは自ら慎み、エジプトの地、奴隷の家から導き出された主を忘れてはならない。あなたの神、主を恐れて、これに仕え、その名を指して誓わなければならない。あなた方は、他の神々、すなわち周囲の民の神々に従ってはならない。あなたのうちにおられるあなたの神、主は妬む神であるから、おそらくあなたに向かって怒りを発し、主の表からあなたを滅ぼし去られるであろう。あなたが、マッセでしたように、あなた方の神、主を試みてはならない。あなた方の神、主があなた方に命じられた命令と証と定めと努めて守らなければならない。あなたは、主が見て正しいとし、良いとされることを行わなければならない。そうすれば、あなたは幸いを得、かつ主があなたの戦争に誓われた良い地に入って、自分のものとすることができるであろう。また主が仰せられたように、あなたの敵を皆あなたの前から追い払われるであろう。後の日となって、あなたの子があなたに問って言うであろう。我々の神、主があなた方に命じられたこの証と定めと掟とは何のためですか？その時、あなたはその子に言わなければならない。我々はエジプトでパロの奴隷であったが、主は強い手を持って我々をエジプトから導き出された。主は我々の目の前で大きな恐ろしい印と不思議とをエジプトとパロとその全家とに示され、我々をそこから導き出し、かつて我々の戦争に誓われた地に入らせ、それを我々に賜った。そして主はそのすべての定めと行いと我々に命じられた。これは我々の神、主を恐れて我々が常に幸いであり、また今日のように主は我々を守って命を
保たせるためである。もし我々が命じられた通りに、このすべての命令を我々の神、主の前に守って行うならば、それは我々の義となるであろう。Now therefore, O Israel, unto the statutes and unto the judgments which I teach you, for to do them, that ye may live and go in and possess the land which the Lord your God, Lord God of your fathers, giveth you. Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God which I command you. Your eyes have seen what the Lord did because of Baal Peor, for all the men followed after Baal Peor. The Lord thy God hath destroyed them from among you, but ye did that. Ye that did cleave unto the Lord your God are alive, every one of you this day. Behold, I have taught you statutes and judgments, even the Lord my God commanded me, that ye should do so in the land whither ye go to possess it. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is wise and understanding people. For what nation is there so great, who the Lord, who hath God so nigh unto them, as the Lord our God in all things that we call upon him for? When what nation is there so great, that hath statutes and judgments so righteous as all this law, which I set before you this day? Only take heed to thyself, and to keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them thy sons and thy sons' sons, especially the day that thou sittest before the Lord God in Horeb, when the God said unto me, gather me the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and that they may teach their children. And he came near and stood under the mountain, and the mountain burned with fire unto the midst of heaven, with darkness, clouds, and thick darkness. And the Lord spake unto you out of the midst of the fire. Ye heard the voice of the words, but only saw no similitude, only ye heard a voice. And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even 10 commandments, and he wrote them upon the 2 tables of stone. And the Lord commanded me at the time to teach you statutes and judgments, that ye might do them in the land whither ye go over to possess it. Take ye therefore good heed unto yourselves, for ye saw no manner of similitude on the day that the Lord spake unto you in Horeb out of the midst of the fire, lest ye corrupt yourself, and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female, the likeness of any beast that is on the earth, the likeness of any winged fowl that flieth in the air, the likeness of anything that creepeth on the ground, the likeness of any fish that is in the waters beneath the earth. Lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, and the moon, and the stars, even all the hosts of heaven, shouldest be driven to worship them and serve them, which the Lord thy God hath divided unto all nations under the whole heaven. But the Lord hath taken you, and brought you forth out of the iron furnace, even out of Egypt, to be unto him a people of inheritance, as ye are this day. Furthermore, the Lord was angry with me for your sakes, and sware that I should not go over Jordan, and that I should not go up unto the good land, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. But I must die in this land. I must not go over Jordan, but ye shall go over, possess the good land. Take heed unto yourselves, lest ye forget the covenant of the Lord your God, which he made with you, and made you a graven image or a likeness of anything which the Lord thy God hath forbidden thee. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. When thou shalt beget children and children's children, and ye have remained long in the land, and shall corrupt yourselves and make a graven image or the likeness of anything, and shall do evil in the sight of the Lord thy God, to provoke him to anger, I call heaven and earth to witness against you this day, that ye shall soon utterly perish from off the land whereunto ye go over Jordan to possess it. Ye shall not prolong your days upon it, but shall utterly be destroyed. And the Lord shall scatter you among the nations, and ye shall be left few in number among the heathen, whither the Lord shall lead you. And there ye shall serve gods, the work of men's hands, wood and stone, which neither see nor hear nor eat nor smell. But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul, when thou art in tribulation. And all these things are come upon thee, even in the latter days. If thou turn to the Lord thy God, and shall be obedient unto his voice, the Lord thy God is a merciful God. He will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers, which he swear unto them. For ask now the days that are past,
which are before thee, since the day that God created man upon the earth, and asked from the one side of heaven unto the other, whether there have been any such things as this great thing is, or hath been heard like it. Did ever people hear the voice of God speaking out of the midst of the fire, as thou hast heard, and live? Or hath God essayed to go and take him a nation from the midst of another nation, by temptations, by signs, by wonders, by war, and by a mighty hand, and by a stretched out arm, and by great terrors, according to all that the Lord your God did for you in Egypt before your eyes? Unto thee it was showed, that thou mightest know that the Lord he is God, there is none else beside him. Out of heaven he made thee to hear his voice, that he might instruct thee. And upon earth he showed thee his great fire, and thou heardest his words out of the midst of the fire. And because he loved thy fathers, therefore he chose their seed after them, and brought thee out in his sight with his mighty power out of Egypt, to drive out the nations from before thee, greater and mightier than thou art, to bring thee in, to give thee their land for inheritance, as it is this day. Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the Lord he is God in the heaven above, and upon the earth beneath there is none else. Thou shalt keep therefore his statutes and his commandments, which I command thee this day, that it may go well with thee, and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the Lord thy God giveth thee forever. Then Moses served 3 cities on this side of Jordan towards the sun rising, that the slayer might flee thither, which could kill his neighbor unawares, and hated him not in times past, and that fleeing unto one of these cities he might live, namely Bezer, in the wilderness, in the plain country of the Reubenites, and Ramoth of Gilead, of the Gadites, and Golan and Bashan of the Manassites. And this is the law which Moses set before the children of Israel. These are the testimonies and the statutes and the judgments which Moses spake unto the children of Israel after they came forth out of Egypt. On this side of the Jordan, in the valley over against Beth Peor, in the land of Sihon, the king of the Amorites, who dwelt at Heshbon, whom Moses and the children of Israel smote after they were come forth out of Egypt. And they possessed his land, and the land of Og of Bashan, 2 kings of the Amorites, which were on this side of the Jordan towards the sun rising, from Aor, which is by the bank of the river of Arnon, even unto Mount Zion, which is Hermon, and all the plain on this side of the Jordan eastwards, even unto the sea of the plain, under the spring of Pisgah. And Moses called all Israel, and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your ears this day, that ye may learn them, and keep and do them. The Lord our God made a covenant with us in Horeb. The Lord made not this covenant with our fathers, but with us, even us, for all of us here alive today. The Lord talk with you face to face in the mount out of the midst of the fire. I stood between the Lord and you at that time, to show you the word of the Lord, for you were afraid by reason of the fire, and went not up onto the mount, saying, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt from the house of bondage. Thou shalt have none other gods before me. Thou shalt not make thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that which is in the waters beneath the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto 3rd and 4th generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that keep me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Keep the Sabbath day to sanctify it, as the Lord thy God hath commanded thee. 6 days thou shalt labor, and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thine ox, nor thine ass, nor any of thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates, that thy manservant and thy maidservant may rest as well as thou. And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence through a mighty hand and by a stretched out arm. Therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Honor thy father and thy mother, as the Lord thy God hath commanded you, and that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill,
neither shalt thou commit adultery, neither shalt thou steal, neither shalt thou bear false witness against thy neighbor, neither shalt thou desire thy neighbor's wife, neither shalt thou covet thy neighbor's house, his field, or his manservant, or his maidservant, or his ox, or his ass, or anything that is thy neighbor's. These words the Lord spake unto all your assembly in the mount, out of the midst of the fire, of the cloud, and of the thick darkness, with a great voice, and he added more. And he wrote them in 2 tablets of stone, and delivered them unto me. And it came to pass, when he heard the voice out of the midst of darkness, for the mountain did burn with fire, that he came near unto me, even all the heads of your tribes and your elders. And he said, Behold, the Lord our God hath showed us his glory and his greatness, and we have heard his voice out of the midst of the fire. We have seen this day that God doth talk with man, and he liveth. Now therefore, why should we die? For this great fire will consume us. If we hear the voice of the Lord our God any more, then we shall die. For who is there of all flesh that hath heard the voice of the living God speaking out of the midst of the fire, as we have and lived? Go thou near, and hear all that the Lord our God shall say, and speak thou unto us all that the Lord our God shall speak unto thee, and we will hear it and do it. And the Lord heard the voice of your words, and when he spake unto me, the Lord said unto me, I have heard the voice of this people, which have spoken unto thee. They have well said all that they have spoken. Oh, that there was such a heart in them, that they would fear me and keep my commandments always, that it might be well with them and with their children forever. Go and say to them, Get you into your tents again. But as for thee, stand thou here by me. I'll speak unto thee all the commandments and the statutes and the judgments which thou shalt teach them, that they may do them in the land, which I give them to possess it. And ye shall observe to do therefore as the Lord your God hath commanded you. Ye shall not turn aside to the right hand or to the left. Ye shall walk in all ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. Now these are the commandments and the statutes and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it, that thou mayest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments which I command thee, thou and thy son and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Hear, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. And it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and godly tithes, which thou buildest not, and the houses full of all good things, when thou filledest not, then the wells digged, which thou diggest not, graveyards and olive trees, which thou plantest not, when thou shalt have eaten and be full. And then beware, lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shalt swear by his name. Ye shall not go after other gods, of the gods of the people, which are round about you. For the Lord thy God is a jealous God among you, lest the anger of thy Lord be kindled against thee, and destroy thee from the face of the earth. Ye shall not tempt the Lord your God, as ye tempted him in Manasseh. Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and his testimonies and his statutes, which he hath commanded thee. And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and thou mayest go in and possess the good land which the Lord swear unto thy fathers. Cast out all thine enemies from before thee, as the Lord hath spoken. And when thy son asketh thee, and
time to come, saying, What mean the testimonies and the statutes and the judgments which the Lord our God hath commanded you? Then thou shalt say unto thy son, We are Pharaoh's bondsmen in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand, and the Lord showed signs, wonders, great and sore upon Egypt, and upon Pharaoh, and upon all his household before our eyes. And he brought us out from thence, that he might bring us in to give us the land which he sware unto our fathers. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that he might preserve us alive, as it is this day. And it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God, as he hath commanded us.